今私は、レガードネオプラスの第3シートに座っています。サイドシートに座っています。今私は、第2シートですね。レガードネオプラスの第2シートに座っています。皆様こんにちは。ナオミライフのナオミです。今回もご覧いただきましてありがとうございます。今回は、このチャンネル、私のチャンネルを見ていただいている方の中から一つリクエストをいただきましたので、そのリクエストに応えるような動画になっています。リクエストというのは、この後部座席ですね、居住部分の揺れ具合を教えてほしいという内容でした。こういったキャブコンと言われているものは、もともとがキャブコンバージョンの略なんですね。キャブコンというのは。でキャブっていうのは、運転席助手席トラックの運転席助手席の部分ですね。その部分をキャブというわけです。そしてそれを残して後ろの荷台の部分に、居住スペースを乗っけるという形になっているものがキャブコンと言われているものです。当然ですね、荷台にもともとは座席がないところに居住スペースを乗っけて、そしてそこにこういったシートを作るわけですから、もう揺れるのは仕方がないかなと思います。ただその揺れ具合で酔ってしまって本当に乗れないのかなっていうところを心配されたんだと思いますので、実際にその揺れ具合を見てみたいと思います。基本的には高速道路というよりも一般道を中心に夫に運転してもらって、私はこのシートですね、第3シートあるいは第2シート、そしてサイドシートという形でそれぞれの場所に座って揺れ具合を検証して、私の実際の感覚、そういうものも、お話しできたらなというふうに思っています。ただ万人に共通するかどうかは分かりませんけれども、あくまでも私の、感じたことをそのままお話しさせていただこうと思います。それでは検証してみたいと思います。今私は、レガードネオプラスの第3シートに座っています。今ですね、首都高速のサービスエリアから、家の方に向かって走っているところです。こちらにはペットボトルに麦茶を入れてあります。この中の揺れ具合を見ていただこうと思います。高速道路の場合、道のつなぎ目で、上下動することがありますね。映像でわかるかな、どうかなと思いますけど、いかがですか？一般道に比べると左右の触れというのはあまりないと思いますが、上下動は少しあるかなと思います。ただこのレガードネオプラスの場合は、私のこの第3シートから、夫の運転する、運転席の方まで丸見えでして、同じ目線で同じ映像を見ることができる、同じ景色を見ることができるので、酔いにくいかなと思います。今現在私は、第2シート横のサイドシートですね、新たに座ることができるようになった、サイドシートに座っています。サイドシートですと、正面を見ることもできますし、真横を見ることもできますけれども、どうかな、揺れ具合はあまり変わんないと思いますけれども、ただブレーキを踏んだ時、止まる瞬間とかは体が横に移動する、こういうふうに移動することによって正直な話、ちょっと気分が悪いです。頭が動くからかなと思うんですけど、ちょっと酔うような感じがします。カメラの映像で私の横の動きがわかるかどうかちょっと今
撮影している段階なので私は見れてないんでわからないんですけれども、ちょっとブレーキを踏んだり加速したりっていう時にこう体がこう左右に動くと頭の位置が変わるので、ちょっと酔っ払い気味になるかなという気はします。今私は第2シートですね、レガードネオプラスの第2シートに座っています。このシートは運転席助手席の真後ろになって後ろを向いた状態で座る形になります。人によっても違うかもしれませんけれども、進行方向と逆向きに座ることによって酔いやすくなる人は多いんじゃないかなというふうに思います。第3シートに座った場合とサイドシートに座った場合っていうのは正面ですね、進行方向の映像を見ることができるので、なんとなくこう止まる瞬間とかそういうのを少し理解できるんですけれども、真後ろを向いた状態ですと、どんな風に止まるのかどんな風に左折右折するのかっていうのが基本的には分かりませんので、ちょっとそれが酔うポイントになるのかなと思います。どうしてもブレーキを踏むとぐーっとこうなりますから、首の位置がですね、頭の位置が触れる感じですね。こういう感じですね。頭の位置がスッとこう触れる感じ、これが少し気分が悪くなってくる感じかな。私は基本的に車酔いをする方ではないですけれども、今ちょっとこの位置に座っているのが少し苦痛になるぐらい、ちょっと冷や汗が出てくるぐらいちょっと苦しくなっているので、座席を移動したいと思います。今回は、キャブコンの居住スペースの方ですね、運転席助手席以外の部分、第2シート第3シート、そして、レガードの場合は、サイドシートも、座ることができるように今回のこの2022年モデルからなりましたので、それぞれ座ってみました。高速道路の場合は基本的には上下動だけですけれども、今一般道を走っていますが、一般道は左右、右折したり左折したり、あるいは道路の凸凹の状況などもありますので、分かりやすかったかなと思いますが、いかがでしたでしょうか。私自身の感想としては、第3シート、今この座っているシートですね、第3シートに乗っている時が一番快適でした。第2シートは、頭をですね逆向きになっている状態ですので、一番、気分が悪くなりました。正直な話ですね、気分が悪くなりました。そしてサイドシートの場合は、基本的には、進行方向を向くこともできますので、予測もつきます。ですが、ちょっと、前後に揺れるとか左右にこう揺れる形になるので、頭が触れてしまう分少し気分が悪くなりました。揺れはあります。確かに、居住スペースの方は、揺れることは間違いないです。ただ、前を向いて、座れる方が気分が悪くなりにくいとは思います。ただですね、人によってその感じ方、揺れの感じ方っていうのは違うと思います。ですから、買いたいなとかこれを買おうかなと思うような、キャブコンを見つけたら、まず先に、レンタカーとして、乗られてみるのが一番いいかもしれません。キャブコンといってもたくさんの種類がありますので、そのキャブコンによって、この振動の伝わり方が、違うかもしれません。参考になりましたでしょうか。こんな感じで分かりましたか。
次回の予告としまして、このレガードネオプラスが納車されてから、約2ヶ月が経ちます。その間にこれは本当に素晴らしいなと思うところと、ちょっとこれ残念なところだなと思うところとあります。また、2022年モデルが、前年モデルと大きく違った箇所も、5点ほどあったかなと思いますので、それを紹介してみたいと思います。今回も最後までご覧いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いできることを楽しみにいたしております。ありがとうございました。